ハートミラーとハートミラーゼロとハートミラープロが揃った今、全部買った方がいいですかというコメントをいくつかいただいた。答え、1台だけがおすすめだ。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。数年前に、1ダイナミックドライバー5000円クラスの火付け役として、人気を持ったカーボン系1ダイナミックドライバーイヤホン、HZ サウンドハートミラー。最近になって、上位機種のプロ、及び、廉価版のゼロが登場し、かつての人気に裏打ちされた、小さなハウジング、良好な音質から、再びハートミラーの名前を見て悩む人たちが増えてきた。で、プロ買ったけどゼロ欲しい、と思ってる人も増えてきた。動画の中でプロ持ってたらいらないって言ってんのに。ハートミラーシリーズは、すべて共通の材質で作られた、共通の形状のシェルを持っていて、初代のドライバとプロ用のアップグレードドライバがその中に収まった仕様の違い。初代は高音域が非常に強力で、刺すような刺激を伴うものだったんだけど、それをフィルターでプロに近づけたものがゼロだ。つまり、初代の攻撃的高音に個性を感じる人は、プロを掴む必要はないし、ゼロを掴んだ人がステップアップするためにプロを掴むことは止めないんだけど、逆は話を聞け、という状態になる。ハートミラーゼロは、どうもフィルターを外すと初代に近づく。そりゃそうよ。初代と同じシェル、同じドライバー、あと違いを生むものといったらフィルタかネットワークだけど、1ダイナミックドライバーで別の回路をわざわざ積むってなかなか考えにくいからな。つまり、ゼロは、初代の有能な資産を引き継ぎつつ、最近じゃ刺激的なものが好まれなくなった市場に合わせた小改良バージョン。初代のみ鏡面仕上げで、外に持ち出してると傷だらけになるので、その代用として使いたい人は、フィルターもぎ取って目の薄いものにすりゃいいわけだ。対してプロは、よりドライバー自体に手が入っていて、自然なバランスの一台になった。フィルターの目地や、スポンジなどの干渉剤をノズルの中に入れる方法でイヤホンの音色を調整すると、高音域が元気な印象がなくなることが多いんだけど、ゼロには思いっきりそれが起きてる。故に、ハートミラーの買い替えとしてゼロを買った人には、刺激感の少なさがより顕著に感じられるわけだ。それに対して、プロは、より高音の輪郭が残ってる。さすがにバキバキの改造感を誇る初代ハートミラーに比べると、程よくなったプロの高音は優しく感じる場合もあるかもしれないけど、ゼロと比べると、明らかに音の分離が良い。ここら辺が、すでにあるものの再調理と、最初から作り直されたカーボン系ダイナミックドライバーの違いなんだと思うな。というわけで、ハートミラーは粗さが光るオンリーワン。その高音をある程度制御した、プロが現在の主流のバランスを狙ったコスパイヤホン。そして、無印をベースに、プロ風のフィルターを搭載したものが、ハートミラーゼロとなる。ハートミラーを持っている人は、ゼロかプロ、どっちかを選ぶのが良い。プロ持ってる人がゼロ買うのはなし。似てる上に本家がプロだからな。ゼロ買った人が劇的な変化を求めてプロ買うのもなし。そこら辺を踏まえずに買うやつは知らん。最近日本語が最初の村人並みに通じない日本人の方と思われるコメントが増えてきてるので、今回は試験的に単発でまとめてみた。これで質問来たらもう知らねえ。ふぐみかんとイヤホン名で検索しろ。検索窓を使うんだ。というわけで今回はここまで。